俺の名前は平田正樹。仕事はゴミの清掃員。毎朝トラックに乗ってルートを回り、出されたゴミをかき集めた後にセンターに運ぶ。普通はあまりやりたがらない仕事だけれど、俺には自分で仕事の襟好みができるような学歴も資格もない。ただ黙々と毎日仕事をこなす日々。稀にいつもありがとうとかお疲れ様と声をかけてくださる人もいるけれど、大抵はこの職についていることを見下しバカにされることが多い。もはやそんなシチュエーションにも慣れっこなほど、俺は自分の仕事に対して何も考えることはなかった。というより考えたって無駄なのだ。転職しようとしても大した仕事は見つからない。衣食住に困らずに働けていればそれでいい。数年前までは俺は外にも出ずに家の中でただ過ぎるだけの日々をずっと過ごしてきたのだから。司法書士の父と役所勤めの母、比較的裕福な家庭で育った俺は幼い頃から親の方針で有名私立大学附属の学校へ通わされていた。エスカレーター式の一貫校。そこでは俺と同じように親からの期待を背負わされた子供たちが素直に並んだ机と椅子に座り勉強をしていた。中学生になるまで俺は自分の人生に一度も疑問を持つことなく過ごしてきた。けれど高校に上がり進路を考え始める頃、ふと気づいたことがあった。俺は何になりたいんだろう。親に言われるがまま学校でいい成績を取って先生に褒められる。それだけに必死になっていた結果、気づけば自分の心にぽっかりと穴が開いていることに気がついた。自分の好きなもの、やりたいもの、これからの未来。何を考えても一つも明確な答えが出てこない。何のためにこんなに一生懸命勉強をして努力しているんだろう。不意に生まれた疑問で、俺はいつしか自分の心を閉ざしていた。自分が両親の操り人形になっていたような、そんな気持ちでたまらなくなった。自分の意志に向き合うことをしてこなかった結果、自分がわからなくなる。やがて俺の様子がおかしいと気づいた親は俺に干渉しなくなった。その代わり弟に両親の期待は全て集中。今まで何をとっても俺と比較され続けていた弟は嬉しそうに俺を見下すような視線を向けた。両親の手のひらを返すような行動に俺はひどく傷ついた。自分たちの思い通りにならなくなったから、俺に対しての期待を弟に切り替えた。その姿を目の当たりにしたことで、今まで我慢していた感情が全て溢れ出し、いつしか部屋の外へ一歩も出られなくなっていた。当然学校にも行かなくなったことで出席日数も足りず、卒業をすることはできない。留年したところで、いつ俺が引きこもることをやめるかもわからない両親は、そのまま中退することを選択。部屋で一人、ただ過ぎていく時間を呆然と過ごしていた。しかし、そんな引きこもりだった俺にも転機が訪れる。高校時代仲の良かった親友の直人が医師の資格に合格したことを知らせてくれたのだ。直人は俺が学校を辞めてからも頻繁に話しに来てくれていたし、その時だけが唯一他人と接する時間になっていた。自分のことのように嬉しかった俺は、直人に誘われるまま合格祝いに食事に出かけた。部屋の外に出るのが数年ぶりだった俺は、強い緊張を感じながらも外に出ることができた。気づけば俺も20代の前半が終わろうとしている。このまま家に引きこもっていても現状は何も変わらない。今を打開したいと思った俺は、その日から就職先を探し始めた。中卒で何も資格がない俺にできる仕事は本当に少なかったものの、あまり他人と関わらずにできるゴミ清掃員の仕事が自分の心のリハビリにはぴったりだと確信し、働き始めた。あれから2年、とにかく毎日休まずに仕事をしてちゃんと他人と関わる生活ができている俺に、両親も少し安心しているようだった。
あれ、ある日、いつものように仕事に精を出していると、道端に光るものを見つけた。手に取ってよく見ると、キラキラと光るブローチのようだ。しっかりとした重みに輝き、どう見ても安いものなんかじゃない。きっと誰かが落としたのだろう。俺は辺りを見回したが、それらしい人はいない。拾得物として交番に出すか。仕方なく仕事終わりに交番に行こうと胸ポケットにブローチを入れると、俺はその日の仕事を終わらせた。帰宅途中、さっきのブローチを拾った道にもう一度向かうと、そこには綺麗な着物姿の年配の女性が辺りをしきりに気にしながら歩いていた。何かお探しですか？もしかしたらこの人がブローチの落とし主かもしれない。困り顔の女性に声をかけると、俺に気づいてそっとうなずいた。そうなの。今朝ここを通った時に大切なものを落としてしまって、ブローチのような見た目のものなんだけれど、周りが金属で。間違いない。俺は確信して女性に持っていたブローチを差し出してみせた。これじゃないですか？朝たまたま拾って交番に向かう最中だったんです。俺の手のひらに乗ったブローチを見て、女性は目を丸くした。これよ、ありがとう。亡くなった主人からもらった世界で一つの大切なものなの。嬉しそうに微笑む女性の目尻には、安堵からか少し涙が光っていた。深々と綺麗なお辞儀をしてみせる女性に俺は言った。それ帯留めですよね。俺の母もたまに着物を着るので分かったんです。まあ、着物の知識があるのね。若い男性で珍しいわ。嬉しくなっちゃう。ニコニコと朗らかな笑顔で俺と話をする女性は、まるで無邪気な少女のようだ。自分の好きなものをこんな風に全力で好きだと言えることがなんだか羨ましい。その日をきっかけに俺はその女性と仲良くなった。女性は和子さんといって着物教室の先生をしていたと言っていた。子供のいない夫婦で、旦那さんに先立たれた和子さんは自分の孫と接しているようだと嬉しそうに俺を可愛がってくれている。数週間後、いつものように仕事を終わらせた俺のもとに直人から電話がかかってきた。久々にかかってきた親友からの電話は予想外の内容で俺を驚かせる。悪いんだけど一緒に来てくれないかな。どうやら友人同士で決めた合コンに男側で欠員が出てしまったようだ。予定は明日。他に声をかけられるあてもないことから、直人は珍しく俺に頼み事をしたようだ。本当に俺でいいのかな。そんなところに誘われても俺は自分に自信がない。女性に対してアプローチをしたこともなければ、元引きこもりで最低年収の俺と恋愛する人間なんてまずいないだろう。しかも見た目だって特別いい方でもない。ただ座ってくれていたらそれでいいんだ。俺も好きで参加するわけじゃないんだけど断れなくて。直人のみんなに優しい性格は俺もよく知っている。今社会復帰できているのは直人のおかげでもあるし、俺は感謝している。自分自身不安がないかといえば嘘になるけど、俺を信じて励まし続けてくれた親友の頼みに俺はうなずいてみせた。翌日、指定された少し品のある飲み屋。久しぶりの他人との食事に緊張しながら俺は手招きする直人と合流した。そこにはハイブランドで身を包んだ男性たちが2人と直人、同じ人数の女性がすでに集まっていた。おいおい直人、一人捕まったって言ってたけど、ずいぶんおとなしそうなやつ連れてきたな。ニヤニヤと悪い笑みを浮かべながら俺のことを物色するように凝視する陽介は直人の大学時代の友人らしい。なんだか直人とも俺ともキャラがかけ離れすぎていて、正直居心地が悪いな。直人にごめんと小声で謝られながらも、俺は目の前で繰り広げられる男女の飲み会から一人孤立していた。楽しそうに笑い合う他人を見ながら、ただ黙って出されたウーロン茶を飲み続けている。
なあ、直人。お前の友達全然喋らねえじゃん。つまんねえ。不意に陽介が黙っている俺をいじるように直人に声をかけた。苦笑いを浮かべながらフォローを入れる直人。まさきはこういう席に慣れてないんだよ。酒もあまり飲まないし、真面目なんだ。返答がつまらなかったのか、陽介は黙ったまま俺を睨みつけている。仕事が朝早いから飲まないだけだけどね。直人の言葉に俺は軽く笑いながら返した。仕事は何やってんだ？直人の高校時代の連れならいいとこの坊ちゃんだろ？陽介の言葉にそれまで俺に興味を示さなかった女子が一気に食いつく。金の話で目の色を変える女性が俺は一番苦手だ。清掃員だよ。明け方から働いてる。俺の返事に今まで注目していた全員が一瞬言葉を失った。そして少し後に吹き出して笑う陽介の声に合わせて、直人以外の人間はバカにしたように笑い続ける。清掃員ってことは最低賃金じゃん。こいつの年収170万ぐらいじゃね？やばすぎる。こうなることは自分でも分かっていた。みんなにバカにされて笑われることも、惨めな気持ちになることも。それでも俺は直人のためにここに来たはずだった。俺の心に久々に黒いもやが渦巻き始める。本当にごめん。こんなはずじゃなかったんだ。周りの声を気にせず、直人は心から俺に謝ってきた。親友にこんな風に気を使わせてしまう自分に正直嫌気がさす。きっと直人も医者の知り合いだからとものすごく期待されていたのだろう。これ以上いても虚しくなるだけだ。その場を立ち去ろうと席を立ったその時、俺は不意にカウンター席の女性から声をかけられた。あら、まさきくんじゃないの？一人で食事をしている和子さんに俺はばったりと遭遇。そのまま隣の席に誘われ、断れずに席を移動することにした。ずいぶんにぎやかだけど、お友達？きっとさっきの会話も聞こえていたのだろう。でも知らないふりをしてくれているのは和子さんの優しさだ。友達は一人だけで、あとは初対面なんですけど、どうも俺、ああいう場所に慣れていなくて。苦笑いを浮かべている俺に、和子さんは柔らかい笑みとは裏腹に強い言葉遣いで言った。確かに、一人だけあなたを心配している子がいたわね。それ以外は行儀も良くないみたいだし、関わる価値なんて特にないんじゃないかしら。いつもの穏やかな印象の和子さんから出たとは思えぬ発言に、俺は思わず驚いて和子さんを見つめた。ここのお店、揚げ出し豆腐が美味しくてたまに通っているの。一緒に食べましょう。さっきまですさんでいた心が和子さんの優しい雰囲気で一気に払拭されていく。それはまるで魔法のようだ。しばらく和子さんと話しながら食事を楽しんでいると、酔いが回ってさっきよりも気が大きくなった陽介が俺の席替えに気づく。おいお前、合コン参加して知らない年寄り口説いてどうすんだよ。下品な笑い声が店中に響く。他の客もみんな陽介の大きな声に迷惑そうな視線を向けた。俺が一緒にいることで和子さんにまで迷惑をかけるなんて。やっぱりそのままおとなしく帰ればよかった。ずいぶん下品な坊やね、さっきから。高級な服が中身に合っていなくてかわいそうだわ。帰ろうと席を立とうとした俺の前で和子さんは陽介に平然と言い返す。見た目の品の良さから強い言葉が飛び出し、店内に沈黙が訪れた。なんだと？プライドが高い陽介は自分がバカにされたことに腹を立てて顔を真っ赤にしている。服は自分を最大限に生かすもの。そんな他人を見下して笑い物にするような意地汚い中身で恥ずかしいとは思わないの？
ぴしゃりと陽介を叱る和子さんからは凛としたオーラがあふれていた。うるせえ、底辺の人間に底辺だって言って何が悪い。ならば自分はどれだけの偉人なの。どんな人間だって他人を見下して生きている人間にろくな人生は歩めないわ。和子さんの通る声に店の中の全員が聞き入り息を飲んだ。あまりの迫力に酒に酔っていた陽介も一瞬ひるんで言葉を失ってしまう。陽介、あの人の言う通りだ。それに正樹は俺の友達なんだ。よく知りもしないで彼のことをバカにするのはやめてほしい。それまで優しく咎めることしかしていなかった直人もさっきよりも厳しい口調で陽介に言った。普段温厚な直人から出た厳しい言葉に陽介は罰が悪そうに俺を睨みつけている。俺は直人が俺のことをかばってくれた姿を目の当たりにして胸が震えた。いい友達を持ったわね。そう言っておてんばにウインクをしてみせる和子さんに笑みをこぼした途端、俺は一筋の涙をこぼした。自覚しない涙に慌てて頬を拭うと、和子さんは何も言わずに俺の頭を撫でてくれた。社長、探しましたよ。パーティー会場が違います。突然店に大きな声が響いた。開いた入り口のドアからは高級車が店の前に止められているのが見える。社長？ポカンとあっけに取られていると、和子さんはいたずらを見つかった少女のような表情で言った。あらやだ、見つかっちゃった。やだ。え？驚きで目を見開く俺に和子さんは笑いながら自分の名刺を差し出した。黙っててごめんね。騙すつもりじゃなかったんだけど。名刺には有名な呉服店の名前と社長の肩書き。今まで仲良くしていた和子さんはとんでもない人だったのだ。驚きを隠せずに焦る俺に和子さんは続ける。初めて会った日、あの帯留めを素直に返そうとしてくれていた正樹くんの心の優しさにすごく温かくなったの。関わるたびにあなたの誠実さが伝わって本当にいい子だなって嬉しくなってた。運転手に促され店を出ていく和子さんは振り返り俺に一言つぶやいた。もし今の自分から変わりたいと思うのなら力になるわ。俺の胸の内にその言葉は何か刺さったかのように力強く響くのを感じていた。数日後、直人から合コンのお詫びの連絡が来た。俺が店を出てからあの合コンに参加していた女子たちには全敗。陽介は店の客からも女の子からも白い目で見られて居心地が悪くなったのか、すぐに店を出て行ってしまったようだ。直人も陽介との付き合い方を考え縁を切ったらしい。もともとなんとなく付き合っていただけで、俺との関係の深さとは比べ物にならないと笑ってくれた。直人の医者というブランドで合コンでいい思いをしようとしていた陽介。結局女の子には気に入ってもらえないどころか、和子さんに思い切り説教をされて罰が悪くなったのだろう。そして俺はその後すぐに和子さんに連絡。和子さんは自分の会社の跡取りになる人間を探していたようで、俺の人間性を見込んで今は次期社長として俺を育成してくれている。俺も和子さんの凛とした立派な姿を眩しく思いながらも、着物と触れることでやっと自分の好きなものを知ることができた。これからも自分の気持ちに正直に前を向ける人生を送ろうと毎日を一生懸命過ごしている。